RPG ってその半分以上の時間って実際にはバトルしてる、もしくはバトルに関連することを考えてプレイしてる。サガシリーズバトルの変遷、シリーズおなじみの要素はどのように生まれたのか。ひらめき、陣形、連携、タイムラインが目指したものとは。戦闘中に技がこんな風に覚えられたら絶対面白いに違いない。格ゲーのコンボっぽいもの入れられるといいのにな。見えてないものをいかにして作り出すか、運を支配していくみたいな。サガエメラルドビヨンドにどうつながっているのか。戦略性は残しつつ意外性っていうものを結構ギリギリまで入れてやろう。バトルデザインのこだわりを聞いた。どこで一番達成感得られるかってやっぱバトルで勝った時なんですね。サガシリーズ総合ディレクターの川津です。1989年に魔界闘士サガが発売されて以来、タイトルごとにそのゲーム性を変化させてきたサガシリーズ。 RPG の中でも戦略性の高い歯ごたえのあるバトルが特徴の一つです。35周年となる2024年に発売されたサガエメラルドビヨンドには、ひらめきや連携などおなじみの要素が受け継がれています。今回はサガのバトルシステムに焦点を当て、それぞれのシステムがどのように誕生し、サガエメラルドビヨンドに受け継がれているのか紐解いていきます。まず最初に川津さんに RPG におけるバトルの重要性について聞きました。実際ゲームやってるともう半分以上の時間バトルしてるわけじゃないですか。ゲームしてる時ってバトルしかしないゲームもあるし、ゲームの中にはずっと打ってるとかね、そういうゲームたくさんあるわけなんで、RPG ってその比較的こうバトルしてない時間が長い類のゲームなんですけども、それでもそんなにこう、じゃあやっぱ半分以上の時間って実際にはバトルしてる、もしくはバトルに関連することを考えてプレイしてるっていうのが、ほとんどの場合多いし、達成感得た瞬間っていうのはやっぱこうゲームに一番こう気持ちがいい時なので、じゃあどこで一番達成感得られるかってやっぱバトルで勝った時なんですね。これも何でもシューターで敵撃破した時とかでも同じなんですけれど、やっぱりやっつけた時に一番満足感得られるんで、じゃあそこをやっぱこうきっちり作り込んでいく、そこで、プレイヤーがこう一番盛り上がるところで一番こう達成感が得られるように、ゲームをデザインするっていうのがやっぱ基本かなっていうところですね。サガが好きな方とお話しするとき、ほぼ全員の方と一致するのがバトル難しいよね、やばいよねっていうポイントなんですよね。なので川津さんがバトルにこだわって作られていたというお話はとんでもなく納得できます。ここからはサガシリーズおなじみの要素が生まれた当時のお話を振り返ります。1989年に発売されたシリーズ最初のタイトル魔界闘士サガには、人間、エスパー、モンスターが登場し、種族ごとに特徴のある成長をします。この成長システムはどのように生まれたのか、開発当時のお話を聞きました。クラスとレースっていうのはRPG ではすごいこう、根幹なしてる考え方で、クラスっていうのはFF で言えば丈夫ですよね。でいろんな、戦士だったり魔法使いだったりするっていう、でそれにアビリティがひっついてて、それを組み合わせていくことで、いろんなこうキャラクターを作っていくっていうのがクラスの考え方なんですけど、もう一つレースっていうのがあって、人間がいてエルフがいてドワーフがいてっていう、そういう形でいろんな種族がいるんですよっていうのが、世界観の根底にあって、そもそもそういうものなんですね。でそれがどっちかというと当たり前で、そのレースの違いって実はそんなにこうゲームのキャラクター性にはそこまで影響してなくて、もちろんエルフはすげえ長生きするとかもちろんあるんですけれど、バトルの能力とかに関して言えばレースよりもクラスの方に重きがあって、戦士なのか魔法使いなのか、クレリックなのかとかシーフなのかっていう、でそれぞれの持ってるスキルがそのゲームの中で生きてくるっていうことの方がすごい重要なんですけど、サガで、レース入れていったのはFF2 の時に、成長の仕方がそれまでの、経験値で、レベルアップしていくっていうのをやめて、プレイヤーがやったことの積み重ねで、能力値が変わっていく、スキルが、成長していくみたいな、
形の成長システムに変えたわけですよ。でそれ自体はすごく、自分としても成功したとは思ってるんですが、当然そのプレイヤーはある目的を目指してやってるんで、そうすると大体戦う時のことを考えると、必ず、回復魔法はみんな覚えておいた方がいいとかそういうことになりがちで、単体の敵が出てきた時に一発でかい攻撃が入るようなものがあったりとか、それから敵がたくさんいる時には全体魔法が打てた方がいいとか、そうするとどのキャラも同じに育っちゃうんですよね。これは何とかしないと最初はみんなそれぞれ違うキャラクター、フリオニールだったりガイだったりマリアだったりしたんだけど、最後はラスボス戦になるとみんな同じキャラになっちゃってるっていうのが、RPG としてキャラクターの違いっていうものを考えた時にちょっと納得いかないっていうか面白くないなと思ったんで、じゃあそこはどうしたらいいかっていうところで、そこにレースを導入して、でモンスターとか人間とか、エスパーとかいう形で成長の仕組み自体が違ってて、その仕組みはどんだけ成長させても変わらない。変わらないものをレースに持ってって変わる要素はそれぞれの中に成長要素として入れてっていうところでどう育ててもらっても変わらない要素があるよっていう形として種族を持ってきたんですよね。そういう考え方だったんです。遊び方として、変わらない要素と変わる要素がある中で、どっちを大事にするかっていうのも当然それもプレイヤーに委ねられてるところですし、あと当然成長システムもそれぞれ独自にすることでゲームとしても変化が出る。ゲームボーイの、サガの場合本当に 5,6 時間で最後まで終わっちゃうんで、その中で本当に何度もプレイしていく時の、プレイヤー自身が設定するチャレンジ要素として種族を使い分けてもらえるっていうところを考えてああいう形になってます。例えば能力を選べるようにする、今だったらある程度選べるようにすると思うんですけれど、そうすると当然正解が出ちゃうんですよね。でそれがやっぱり面白くないっていうか、出てきたものをありのまま受け入れて、それでなんとか攻略していくっていう面白さっていうんですかね、をプレイヤーに工夫してほしいっていうふうに思ってましたね。回復が欲しいと思ってる時になんか攻撃魔法が変わっちゃってどうすんだこれとか思いながらもプレイしていく。そうするどういうふうにチームをマネジメントしていくかみたいな、そういうところがゲーム性なんで、当時もう多分メガテンが出たりとか、そういうふうに普通のRPG じゃなくてもうちょっと変わったことがしたいよねとか、もっと変わったもので遊びたいよねっていう、ムードはもうすでにあったので、そういう中でじゃあ、ゲームボーイっていうその新しいハードの中でオーソドックスなスタンダードなファンタジー RPG じゃない何かちょっと変わったものを入れていきたいっていうのは本当にあの頃みんなが考えたことですね。みんなでアイデア出しとしてどんなのが出たらいいかね、モンスターとかメカがいるのはある種当たり前として、それ以外にどういう種族あり得るだろうみたいな話をしてる中で、例えば短命種みたいなものが出てきたり、傀儡みたいなのが出てきたりっていうので、そこはもうみんなのアイデアで出てきたものですね。ロールプレイングゲームってロールの意味合いってすごくいろいろあるんですけれど、それはキャラクター本当にストーリー的な意味のキャラクターである場合もありますし、でもゲームにおける役割分担、例えばこのゲームは回復ないんですけれど、例えば回復役だったり、例えばタンクのキャラがいたり、アタッカーがいたりっていう意味の役割分担もあるんで、その役割の幅を種族を入れることで、人間だけの幅ではとても出せないとんでもない幅が出せるので、当然そのゲームバランスを取る時は大変なんですけれど、そこがその種族の良さだと思うし、それをプレイヤーがより深く楽しんでいただける変わったキャラはやっぱ人気があるんで、そこはやっぱその振れ幅の大きさも含めていいところなんだろうなと思ってます。僕はモンスターの食い合わせをちゃんと理解してなくて、ボス戦前に超弱いモンスターになっちゃって大慌てみたいなことはありましたね。川田さんの話もそうですし、種族と成長システムが違うことによってプレイヤーごとに全然違うドラマが生まれるんですよね。
1993年に発売されたロマンシングサガ2で登場したひらめき。バトル中に新しい技を覚えその場で使用するシリーズの代表的な戦闘システム。当時ロマンシングサガ2の開発に携わった小泉恭二さんは、ひらめきが生まれた背景にロマンシングサガのプレイ体験があったと語ります。ロマサガ1で強烈にやっぱりこれもうすでにスクエア入社後だったんですけどテストプレイに参加していて、とにかく面白かったと。フリーシナリオが面白かったのは言うまでもないんですけども、単純にバトルも面白かったんですね。めちゃくちゃ面白かったです。一番そこでバトルで楽しかったのが新しい武器を買って、そうすると新しい技をどんどん覚えていくと。レベルが上がるのももちろん楽しいですし、特に弓とか計算処理が他と違っていて、低い頃って全然ダメージが通んないのがレベルが上がるだけでものすごくダメージが伸びていく。これがまず気持ちよくって、で新しい技を覚える。新しい技がなんか決め手になったりするみたいな。技を覚えるこの気持ちよさが一番なんか自分にとって嬉しいタイミングはといったら、これ戦闘中に持ってきたいなというのが、ロマサガのバトルで戦闘中に技がこんな風に覚えられたら絶対面白いに違いない。それをやりたいと思ったんですね。技変化という形で戦闘中に技を取得するっていうのを単に覚えたじゃなくて、覚えてすぐ使うっていう形にこの辺組み替えて、そうすると使った楽しさも味わえるし、新しく覚えても魔法とかって例えば戦闘終了時に覚えてもしばらく使わなかったりもするじゃないですか。もう戦法が安定してたりすると。ということは体験するタイミングがプレイヤー任せになりすぎるので、じゃあ一回最初に強制的に使わしちゃう。これでうお強えっていう感じになったりとか、こんな効果がみたいなものが味わえたら、これはなんかプレイヤーにとって次の戦闘も楽しみっていう気持ちになれるだろうなと。そのあたりをなんか一緒くたにしてなんか一個技変化という形に落とし込んだらどうかというので、何度かこれだけでも別にすぐ取ったわけではないんですけども、剣もほろろにというか、最初はやっぱりなんか、いや技って別に覚えて楽しいんじゃなくて使って楽しいもんだよって言ってもうあっさり却下されて、何回かいやでもこういう形だったらいいんじゃないですかみたいな何度か持っていって、多分1ヶ月ぐらいしつこく粘ったと思うんですけども、ずっとしつこく言い続けたら、どちらかというと根負けしたような感じで、そこまで言うんだったらやってみと。最初は多分びっくりマークが出て変わるぐらいのつもりだったんですね。これに後に加わってきた新しい新人たち、なんか本当になんか耳につるような感じでこそっと僕のとこ来て、小泉さんびっくりマークのとこなんですけど電球にしたらどうやろうかみたいな感じで話しかけてくれて、エフェクトの方とかにも話持っていって、そこからなんかちょっと取りまとめにいろいろ口を貸してくれたんじゃないかと思います。僕演出の方本当に全然気が回らなくって、結果的に戦闘中になんか突然タイミングがあって技が変化して強かったとかなんていうか特別な効果があった、全体攻撃になったみたいなのがあれば楽しいぐらいのつもりだったんで、辺のなんかエフェクト周りの方は多分高井さんですよねが多分やってくださって、そのテンポ感とか、あとうまくつながった後のエフェクトの気持ちよさみたいなものがだいぶ演出も力が入って、それでもうなんかロマサガ2一作曲がりなりにも完走した後で、もうこれはチームプレーやめられんなとか思いましたね。キャラクターがたくさんいたので、キャラクターごとにどの技を覚えるかっていうのをロマサガ2では特にすごくバラしたんですね。このキャラはこれしか覚えないとか、実はこれが得意みたいなものを、これはせっかく俺がコンボが得意と言ってるのにこいつコンボ得意じゃないとか怒られたりしたんですけども、いや人はそんな自分の得意さ分かってないですよみたいなのが当時からちょっとあったんですね。自分の完全な適性分かってなくって、それはなんかプレイヤーに僕はちょっと突っ込まれたかったところがあるんですよ。お前体験得意じゃないだろうみたいな、本当はみたいな。ただなんか逆にはっきりそこの適性を作りすぎちゃうと、やっぱ正解探しになって攻略本見てからじゃないとできないっていうのも、これは遊び方として間違ってるというか、僕はもっと緩く適当に遊んで、こいつなかなか覚えないなと思ったら同じ体験使ってもこんな技を覚えるんだみたいな、逆にこれ本当に体験が得意な乱れ節月下とか覚えるやつはこの技覚えなかったなみたいなものがあると、なんかやっぱ個性を感じやすいんじゃないかなと思ったので、ある程度それがばらけるように作ったつもりです。技というのは大体強さみたいなものがあって、数値化して大体何ランクみたいな想定ができると。でモンスター側も最初から16段階とか持ってたので、15段階だったかな。そうすると各種族ごとに何段階目かというのでやっぱりランクが持てると。そうするとそれとの対比関係で大体同じぐらいの頃に同じ技を覚えればいいんじゃないかっていうのが、最初はそこからで、技のレベルとそれから敵のレベル、敵のターゲットの技を覚えやすさのレベル、この値が一致したその近くが一番その確率の値が上がるように近傍で変化するようにすればよかったので、ずっと直線的だったものを三角関数の
シグモイドなんですけども、こういうのを使って5レベル相当かなぐらいあたりからちょっとずつ12345678910ギュッと上がって、その上一定以上いったらもうあとは敵が強かったら何でも覚える 100% になったらこれもまたつまらないので、要は覚え逃げとかいうようなこともできちゃうので、じゃあある程度以上頭打ちになるようにという感じで対象型のシグモイド線を使って、なんとなくこれは何回やったらこのぐらいの確率で覚えるあたりを簡単な試算をして当時は作っておりました。すでになんか戦闘に入った時点で勝ち負けが決まっているか、もしくは乱数だけで勝ち負けが決まっ乱数実際はひらめきも乱数なんですけどね、わけではなくって、要は敵の攻撃のなんか運不運とか回復の当たり外れで勝ち負けが決まるだけではなくって、逆転性みたいなものが出せたのは、これはもう予期したものではなくって本当に偶然の産物みたいなものです。単に変化して即使う、で強かったら面白いっていう考え方しかなかったんですけど、結果的にそうすれば強い技を使うんで、本来だったらなんか負けた戦闘がこれで逆転になった可能性があるというのは後で、これはもう副産物ですね。ひらめいた時ぐらいボーナスつけろとか、この辺も川内さんからやっぱりおそらく川内さんも遊ばれてたんで、プレイした側からの意見としてもらって、だからじゃあひらめいた時にはこの命中率を大きく足すとか、なんか問答無用になんか無条件 100% にするとちょっと具合悪いものがあったので、なんか一定値多分足すような形で処理したと思うんですけども、成功率をぐっと上げてみたいな。覚えた時はだから印象に残ってるんですけど、じゃあせっかく覚えたからで使ってみたらあれ全然スタンしないみたいなことはちょくちょく起こるわけなんですよね。これはいいだろうと。初めて技をひらめいた時のちょっと奇跡みたいなものは起こった方がいいだろうなというので、結果的にそれも全部後押しする形で逆転性に、これは本当になんていうか怪我の巧妙でもないですけど偶然の産物です。本当に入ってきた人は、FF4 のテストプレイとか、ロマサガのテストプレイとかやってたんで、もっとこうしたい、ああしたいっていうのがうわーってくるんで、もううるさいなって感じだったんですね。もともとその技っていうのが武器の成長要素の一つとして、スキルの一種としてあって、多くのゲームでそのスキルツリー使われてて、スキルツリーをやっていくとその先になんか強い技みたいなのが、使えるようになるみたいな仕組みのゲームが多いんですけれど、ロマンシングサガで最初に、武器に、技がついてるっていうのをやって、武器を使い込むことで、自分のスキルが上がって技が使えるようになるっていう仕組みを入れたわけですね。ゲームボーイの頃のサガの成長がちょっと特殊な成長システムで、いわゆるそういうふうに育てていくみたいな感覚が薄かったんで、そこは王道ファンタジーを作るっていう意味でのサガは作ってたので、そこは割と王道感のあるキャラクターが地道に自分が育っていくみたいなところを表現する形としてスキルシステム入れて、そこの中でそこに技っていうか、それが技っていう形ですごく目に見える形にしたかったんですね。で、そういう形で技が入ったんですけれど、でひらめきでその技を習得する、技を習得する方は何でもいいんですけれど、やっぱりひらめきってバトル中に突然出るとか、これは当たり前にバランス調整として入ってるんですけど、敵が強ければ強いほどひらめきやすかったりとか、そういう要素が入ってることで盛り上がってる時に仕組みとしてもともとひらめきやすくできてるんで、それでバトルのインパクトにつなげていくことを狙って設計してるんですけど、そこを超える仕組みってなかなかないんで、やっぱそれをずっと使い続けてるって感じですね。はい、連携ひらめくと連携の最後にひっついて連携が長くなるんで、すごくお得な、ひらめいた時ってのは必ずひらめきが最後に来るんで、フィニッシュ状態がひらめきになるっていうのは狙ってたわけじゃないんですけど、仕組み上そうなったんで、これなかなか良かったなと思ってます。これ独壇場もそうなんですけどね、なぜか独壇場で結構ひらめきますよね。これなんでなんだろうね、狙って作ってないと思うんですけど、なぜかそうなってますね。なぜか他のゲームが遠慮してくれてるのか分かんないですけど、使ってこないですよね。多分ひらめきって出ちゃうと、おそらく
ね、佐賀の真似だって言われちゃうからなのかなんか分かりませんけど、本当にこう佐賀独自のものになってる感じはすごいするんで、これはもちろんそういうふうに作ってるからなんですけれど、ここぞっていう時に出てくれるんで、本当にそれは、いいものになってるなと思いますね。なんで全部技ひらめいちゃうとそういうシーンで出ないんで、できるだけ実は覚えない方がいいっていうのがあります。技を覚えた時の喜びって RPG の醍醐味の一つだと思うんですよ。それを経験値とかショップで確実に覚えられるんじゃなくて、確率だったっていうのがすごい夢中にさせてくれましたね。ひらめきでしか得られない達成感を与えてくれました。同じくロマンシングサガ2で登場した陣形。あらかじめキャラクターの配置を決めることでバトル中に様々な効果をもたらします。戦略の指針ともなるこのシステムは当時どのような経緯で開発されたのか、小泉教授さんに聞きました。やっぱりロマサガ1の体験が大きいんですよ。であれは陣形自分で作ってたじゃないですか。作ってて、ただ陣形の効果面白かったし頭は使うんだけど、外れのないどうしても陣形作りたくなっちゃって、あんまりそれが前向きじゃない気がしたんですね。外れを引かないようにね、使いたい技を持ってるけど中列だから今使えない、後列だから使えない、じゃあ1ターンかけて一歩前へ出る、これはちょっとさすがにやってて辛いなと思って、これでなんか固定しちゃうのはちょっと惜しいなと思ってまして、じゃあ陣形の効果で何が面白いのかというと、結局誰が狙われやすくなるかとかをコントロールできる点が、当時はそれぐらいしか思いつかなかったんですね。後に今でいういわゆるタンクとかいうような役どころができて敵の攻撃を引きつけるみたいな、そういうなんかこれはゲームの進化だと思ってるんですけど、単純に当時はそんな方に頭が向かなかったのもあって、ある程度じゃあ確率をコントロールできると、その上でパリです。それがだからインペリアルクロスにうまく現れたというか。ロマサガ1から継承したものをじゃあもっと楽に設定したいなというので、最初からも形で持っていていいんじゃないかなと。そうするとあんまりぐちゃぐちゃした形にもならないし、誰が敵の攻撃を受けるのか明確に分かりやすくなるだろうと。でそれにじゃあなんかいくつか位置関係にデータ足すのはわりかし作り方として簡単なんで、じゃあなんかボーナス効果みたいなものが乗るようにしよう、そのぐらいまでしか考えてなかったんですね。そうすると川さん物足りんと。というのでラピッドストリームは川瀬さんの発案で、もう特定の陣形になったら絶対先制すると、その代わりになんか先制攻撃した後は相手からやられ放題になるようにしろとか、でその逆も作るよみたいなことなんで、ムーンフェンスとそれからラピッドストリームはそれで作って、境目とかだともうここは何が強いみたいなものは全部陣形のところに出てきますけど、やっぱ当時の UI だとそこまで出せなかったんですね。表示の問題もあって。プレイヤーは見えずになんとなくでやらなきゃならないんで、じゃあ数値はここが攻撃力が 10% 上がってるなんて、今の人はもうみんな知ってるんですけど気づかないと。もっとはっきりした効果をつけろというので、ラピッドストリームとムーンフェンスみたいな陣形いつまでも多分ほっとくとずっと最後までインペリアルクロスでいっちゃうかなと思ったので、インペリアルクロスやってるとまずいこともあるよというのでちょうどブヨブヨが出てきたので、ブヨブヨ単にブヨブヨなだけでよかったんですけども、意地悪したのはピキンと電撃1個入れるようにしてみたいな。竜の穴行った時にあれ必ずゼラチンのマターが出てくるんで、あそこで絶対なんか洗礼は食らうだろうなと。グラフィカルに表現されているので、先頭に立ってて一人突出してるから狙われやすいっていうのがすんなり落ちるじゃないですか。そのあたりとなんか込みでこいつになんか敵の攻撃が集中するから、防御でもいいしガード技でもいいし、場合によっては敵の数がもう少ないなと思ったら攻撃に転じてもいいぐらいの、あんまりそこで役割に縛られすぎるのもちょっと面白くないかなと思ったので、そのあたりができるのはこの落としどころがいいんじゃないかなというので、結局はでもやっぱ敵のターゲットの誘導だと思うんですね。あんまり狙われたくない人をうまく外すとか、そのあたり主眼はあくまでやっぱそこだったので、結局ロマサガ1の陣形からそこは大きく変わってるわけではないんですよ。ただ選び方とかなんていうか、後列にいたらなんか攻撃できないではなくって、攻撃力がなんかボーナスを受けられないとか、逆に後列にいても弓なら攻撃力ペナルティは受けないよとか、術なら大丈夫だよみたいなものをなんかある程度形にそのまま落とし込んで選ぶだけでいいようにしようかなと。そのあたりがなんか陣形の基本中の基本というか、それさえ抑えてやったらあとは遊びでいいかなぐらいのつもりでいました。FF
1からそうなんですけど一番前のやつが一番殴られやすいっていうのは実はもっと最初から入ってて、後列にそういうやつらを置いて前3人は前列なんで硬いやつ OK みたいなのは、それはいわばコンピューター RPG のお約束として最初からあったんですね。でそれを目に見える形に置き換えていったっていうのが陣形。ロンマサガの時に前列中列後列があって後ろの方に魔法使いを置いたりだとかいうように、並び方を調整して、あとは武器の特性ですよね。弓は後ろに置いたりとか、盾持ってるやつを前に並べるとか、そういうことを、自分でカスタマイズして戦う、配置の方法を考えてプレイしてくださいねっていう形で、そこに陣っていうものはなかったんですけど、で小泉君はそこにそれを陣としてコントロールして、でさらにその陣そのものに意味を持たせたい。でそこにボーナスがあったり早かったり遅かったりみたいなところはコントロールしていきたいみたいな話があったんで、じゃあちょっとやってみればって形で、自分としてはその武器の特性を生かしたものにしたいっていうのはもともとあったんですが、どっちかというとそれよりは小泉君の場合敵との距離感というよりはその陣そのものを持ってる配置の持ってる意味みたいなところに重きを置いて陣形っていうものを作っていったので、そのロンマサガの時とは全く違う発想のものが出来上がってでそれ以来は陣はそういうものになったんですけど、そういう形で今だにそう引き継がれてますよね。スーパーファミコンっていう、ハードになって、そういうことができるようになってきたからやれるようになった。それまでみたいに単純に前から順番だけそれ以上のことがやっぱりできるようになったのが大きかったのかなと思いますね。表示能力が上がっていってっていうところ、さっき小泉君も言ってましたけどUI 的に見せられないとか、そこまで UI にコスト避けなかったっていうのもあるんですけど、分かりやすくっていうのが一番大きくて位置によって攻撃力が 10% 上がるとかマイナス 10% になるとかって、実際やってて分かんないんですよねそれって。なのでもっと分かりやすくしようっていうのは常に言っていて、実は単性の RPG では先に殴るってむちゃくちゃ大きいアドバンテージなんでターゲットコントロールっていうところもあるんですけれど、ロンマサガ2の陣形によっては実は攻撃順のコントロールというのはかなり重要な要素になってますね。なんかうまく勝てない時にとりあえず陣形まずいじってみてよって言ったら実は今回すごく要素として大きくて、それで行動順がコントロールできたり、先ほどの状態異常をコントロールできたりとか、そういうところがすごい入ってるので攻略の一要素としてまず陣形積極的に使ってほしいっていう、そういう意味合いですよね。戦い方を変えるっていうきっかけになってほしいっていうんですかね。いろいろパーティーメンバー新しく、キャラクター入ってきたりするんですけど、なかなか変えるきっかけにならないんで、そうすると陣形があることでじゃあ術師2人いるからこの陣形してみようかとか、1人狙われ役作ってで他守ってみようかとか、そういうプレーを変えてもらう。で当然攻略も変えてもらう。勝ちなんかうまく勝てない時に考えるきっかけになるみたいな形のものになってくれてるかなとは思ってます。ゼラチナスマターの横一列攻撃は本当に意地悪でした。ムーンフェンスはボス戦で、ラピッドストリームは通常バトルでよく使ってて、戦いやすさが全然変わるのでバトルの深みが増すんですよね。1997年に発売されたサガフロンティアで登場した連携。バトル中に仲間と連続して技を繰り出すことでドラマティックな展開を生み出すこのシステムは当時どのように着想を得たのか。連携の開発に携わったお二人にお話を聞きました。そうですね、僕自身今格闘ゲーム好きでアクションゲーム好きで、2D 格闘も 3D 格闘も両方遊んでたんですけど、当然サガの新しいものを作るサガフロ1になるわけなんですけど、作る時もコマンド RPG であるっていう大前提は当然分かった上だったんですけど、なんか
こう格ゲーのコンボっぽいもの入れられるといいのになっていうところで、技と技が連続していくみたいな要素を入れたいなっていうのが多分走りで相談とかし始めたんじゃないですかね。結構僕その時割とはっきり覚えてるんですよね。なんか多分川津さんもいらっしゃって、で多分割と何人かちょっと立ち話みたいな話してる時に、なんかきょんさ今度バトルでさ技つなげたいんだよねみたいなことを高井さんがおっしゃって、まくり飛び蹴りって言ったら、アッパー昇竜拳みたいなことを言って、もう分かったもう完全にこれは同じこと考えられてるわって、その少し前にクロノトリガーが出て、クロノトリガーの中で合体技ってあったじゃないですか。であれでは多分ない方がいいなと思ったんですね。あれはもう答え決まってるんで、ゲーム開発者が確実にこういう形でかっこよく見せるっていう合体攻撃だったんですけど、遊んでる過程でこうプレイヤーが新しく、しかもプレイヤーごとに異なるつながり方っていうのが理想なんだけどねっていう話をしましたね。まあなんとか多分なるなというところで、そこで中身の方の設計に入ったんですけど、名前とかつなげるんですよねと、僕らそこに多分考えてなかったんですけど、名前そうか名前つなげるんだみたいな、切る場所だけちょこっとデータに仕込めばいいかみたいな話で、じゃあなんか連携名こうやってつなげていくみたいな仕様を切って、その仕様通りにやった結果、へんてこな連携名が世に蔓延するようになっちゃったんですけどね。最初ねデータ切る時に初期値で全部2文字で切ってたんで、わけわかんない名前だらけになって、後で直していくんですけど、直すところのところも結構あって、変な切れ方したりとか、あとみんななんとか切りなんとか切りになってもちょっと面白くないんで、そこはちょっと長い名前だったら少し切り方を変えるような仕込みをしたところもあります。でもやっぱね手作業でそれやったのは良くなかったなというので、なんかキーだけで終わったりとか変な連携の切り方になるものは割とありましたね。あの当時の開発なんで力技のところは多いですよね、やっぱね。一度編み出したら連携履歴なんて機能があるんですけど、それで再現もよく自分が愛用の連携みたいなもの、この3人には攻撃に回らせたいみたいなことをやらせたかったんですね。連携履歴も最初僕そこまで頭回らなかったんですけど、高井さんだったんじゃないかな、連携履歴入れろって言ったの。残っててほしいって言い出したのかな。逆にワンタッチで出すのはちょっとやりすぎだと思ったので、それはやりすぎでね、自分で覚えるんだったらなんかいつでも参照できるようになって、で連携履歴に残ってたら出やすくなるぐらいの工夫はちょっと入れようかと。動きによるつながり方というような、持ち上げて叩き落とすとかいうの、同じ動きばっかりでどんどん持ち上げちゃうのは、都合が悪いのもあるんですけど画面外にいっちゃうんで、それ以上には見栄えとしてあんまり面白くないだろうなというのが一つ。初動がいい技とかフィニッシュにいい技とかっていうのは明らかにこうつなぎ専用とか決められてましたね。この辺をなんか作ったら、これは本当になんかあくまでデータの都合上作ったんですけど、それを見ながらなんか元の技の名前とかと、それから高井さん結構手動でこういう技入れたいと言ってくださった技もあったんで、ジャイアントスイングレベルがたくさん回すとかなんかいろいろそのあたりは仕込んでたので、うまく切れ場所をどこで次の技につながるかあたりも切れ場所をこれエフェクトの方に全部仕込んでもらって。ジャイアントスイングなんて空中で絶対次の技につながんなきゃダメでしょ、タイミング的にはみたいな。放り投げて地面行っちゃダメだって、空中から叩きつけないとね、こういうのはっていう。でもノリでやってましたよ、だいぶ。ひらめきがやっぱあったんで、連携する時にあんな感じのキタキタ感はカーズも言ってた気がするんですけど、なきゃダメで、だから最初にこう集中戦みたいなエフェクトが5人分どんどん出るみたいなのはつけましたね。単にやりたいからやってただけで、あと自分が当時の使っていいメモリ、バトル中のメモリ自分が切ってたりしたんで、エフェクトにこんだけ使ってもいいだろうとか、なんで出せる絵の総量と連携した時にメモリに乗っかる総量とみたいのはこううまく計算しながらプログラマーにこう作ってくれってのは伝えてたんで、でサガフロ1の心残りを実はミンサガで解消したりはするんですけどどのあたりですか？いや、サガフロの時は3つ、3エフェクトしか常駐できなかったはずなんですよ。でミンサガ5個全部、5連携するなら5連携分全部常駐するように設計し直したんで、だからすごい遊んでる人だと
5連携してるのにちょっと一瞬間が空いちゃうんだよなっていうのを感じる人がいると思うんですけど、あれはもうメモリ載せ替えてるんで間がローディングがちょっと挟まって空いちゃうんですけど、ミンサガはそれがないはずなんですよ。PS ってアーキテクチャからしてメモリから、メインメモリからVRAM に対する転送速度速いんですけど、でも乗ってないとやっぱどうしても転送しなきゃならないんで、逆に小さいVRAM でよくそれだけ乗せたなと思うんですけど、逆に言うと普通1個の単品のエフェクトだったらその3倍使っていいはずなんだけど、もう3分の1で作るから3つ乗せようみたいなそこもでも自分で VFX 作ってたんでもう3分の1でやるって自分で決めてやっちゃったんでもういいんですけど、別にだから喧嘩するデザイナーも自分だったんで、もうそこは折り合いがついたっていう。あれなんですよ、連携してるんで初撃で相手の防御をなんか潰してるっていう考え方だったんで、それでだから相手のスキン次の攻撃叩き込んでるんで防御力を無効化してるんですよ。たくさん入るって、遮断されないって意味ですよね。そうですね、確か。もともとサガって結構僕防御力厳密に見てるんで硬いんですよ。でしかもあらゆるものに防御力って基本的には仕込んでるんで、要は防御無効化、いわゆるなんて言うんですよね、無属性攻撃みたいなのがほぼなくって、ほとんどの攻撃は何か属性があって相手の属性で防がれて、仮に燃えてる敵が水に弱いからといってもやっぱ完全にゼロではなかったりするんですね。それが連携中は全部ゼロになるんで、連携しさえすればそれが要は防御力でカットされない分大きくなる。あとは合計値で出されるんで十分それだけででかいだろうと。いや防御力は結構バトルの流れって割といろいろいじってたもんね、ズルしてるっていうか、プレイヤーに分かんないだろうっていうので。でも防御力も実際に数値で当てはめると多分まともに調整できないんで、何やったかっていうと最初から全部防具データを活用してるんですね。だからゴブリンがつけてる防具をちょっと硬いものに差し替えたりとかして調整するっていうような形で、最初になんか連携っぽいものをやるって言った時にはもちろんその場に変わってたので、やったらみたいな感じで、やっぱ最初は割と緩めで、好きにすりゃいいじゃんみたいな、終わった時もなんか連携は一発ものだからと言ってましたもんね。連携自体僕もなんかちょっと想像はしてたんですけども、結局のところでかい連携作るとやっぱ当然それだけ強くなるんで、要は間に誰かが回復挟んじゃうと連携切れちゃうじゃないですか。補助かけながら誰かが回復して他の3人で攻撃ってやると効率よくないんですよね。ってことはどっかでリスクを冒して全員攻撃しなきゃならないターンができるのが一番醍醐味になるかなと思って作ってたんですけども、当然やっぱどうしてもちょっと一発ものというか大味になるんですよそれは。ここ一番でここはもう5連携狙っていくターン、相手の攻撃は次なんかもう構えである程度予想できるんで、これなんか多分早々にこれやってくるか、なかなかこれ最後にこれ打ってくるな、じゃあそれでもしかしたらやられちゃうかもしれないけど先に5連携叩き込もうみたいなものを狙えるようにする、これが多分大味なんで、こればっかりやっても多分すぐ飽きるだろうみたいな感じで、そこは川津さんには言われてました。そうですね、もう本当にもう本当はスト2からなんで、もう高井君も小泉君もとにかくゲーセンに入り浸ってた。自分は格ゲーやらない人間なんですけど、対戦型のゲームは好きじゃないんで、負けるのが嫌いだからなんですけど負けたくないんでやってたんで、やっぱそこでその技をつないでいくっていう話になった時に、じゃあどうするのっていうので、じゃあ浮いてたら、叩き落としてみたいなで、そこで内部ステータス持ってで浮いてるとか、そういうつなぐための内部ステータス持つっていうアイデアで、それいいよねって話で、それで何でもできんじゃないって話はしてて、でそこでうまくつないで、どっちかっていうとモーションとかエフェクトをつなぐ方が大変で、内部的なデータはどうにでもなるんですけど、そっちの方がさっきのメモリー管理の話も出てましたけど、そこの方が本当に、今の連携でも同じなんですけど、データ的なことよりは本当に絵的にどう見せるか、絵が破綻しないように、しかも何が起きてるかわけわかんないだとやっぱ遊んでて楽しくないんで、ちゃんと気持ちよくつながったらつながったなりの絵になってってくれないと面白くないので、そこの方が大変だったんじゃないのかなと。やっぱその考え方ですね、モーションって考え方が入ってきたんで、そうすると動きで見せる、そのバトル、その 2D のこの動き技って結局エフェクトが出てる
上にアニメーションの絵を乗っけてるだけなんですけど、もっとキャラをこうむちゃくちゃ動かしたりとかいうのが、もちろん 2D ながらもできるんですけど、やっぱこの平面上で動かしてもうたかが知れてるんで、動きの質というのは。そうするとその奥行きがあることで動きの質が、回転も本当に回りますし、で回転軸を変えるだけでやっぱ見た目の雰囲気も全部変わってくるっていうところがやっぱ入ってきたのは、やっぱ 3D になったからこそ、ああいう表現としてのこう面白さを追求していくっていうところができていったんじゃないのかなと思いますね。サガスカの時はその、タイムライン使ってで、遊びとして挟んで間にやつが死ぬとつながると連撃が出るって形でやったんですけど、やっぱどうしてもちょっと分かりづらいっていうか、自分としては戦ってるって感じはなくて、パズルをやってる感じはすごく強かったんですね。リアルないわばその場で戦ってるこうどつき合ってる感じっていうのはちょっとどうしても薄くて、今回のタイムライン最初から連携させよう、連携を基本で戦う、ていうかもう常に連携してるで戦うようにしようっていうのは最初から考えて、それは独壇場という仕組みを思いついてたからなんですけれど、その連携ってどうしても人間がいないとつながら人数いないとつながらないんで、敵が1匹になっちゃうと、敵は当然何もしてこないんですよ、連携してこないんですよね。こっちが1人になった時も同じで、1人になっちゃったらもうどうにもなんない、連携で逆転するって方法は取れないんで、じゃあどうするかなって言ったら、じゃあ一人連携すればいい、これはサガフロの DSC なんですけど、それを自分でちゃんとできるようにしようっていうので、その BP を使って残しといたらそれで連携で一人連携が出るっていう、これを入れることで通常の連携ももっと活かしやすくなるし、だからそれを基準にゲームを組み立てて OK になるんで、じゃあこれでやろうっていうのがそもそも考えたところですね。で今回そのつながらない技ってないんで、この連携でいうと独壇場もそうなんですけど、全部の技がどういう順番で出てきても全部つながるからっていうのを前提で作ってて、そういう意味ではそのサガフロとは全く全然違うんですね、作り方が。どうすればつながるかっていう形で、その一個一個のシーケンスと前真ん中後がある状態をこうきちっと設計してくれて、かつカメラがやっぱり実はカメラが吹っ飛んじゃうと見ててついていけなくなるんで、ユーザーが、カメラのつなぎが結構実は難しくて、そこは補完を使ってる場合もあれば、ちゃんとカメラがつながるようにつなぎ用のカメラを用意してやったりとか、そういうこう結構細かく制御してます。コマンド RPG ってそのコマンドを入れて、いろんなタイプあるんですけど、入れてすぐ再生するタイプのコマンド RPG もあるんですけど、やっぱどうしてもこうぶつ切れ感がどうしてもあるんで、そこがあとその、パーティーバトルと言いつつみんなそれぞれが勝手に戦ってるみたいな、ちょっとそういう感じがすごい強いのが、こう連携技を入れることでこう一気にこう一体感っていうか出てるなとは思います。連携の爽快感は格闘ゲームからヒントを得たものだったんですね。連携は演出の気持ちよさとダメージが跳ね上がる嬉しさがあったんですけど、それが防御力無視という計算になっていたのは驚きです。2016年発売のサガスカーレット・グレイスで登場したタイムラインバトル。バトルのターンが開始される前に敵の行動と順番が明かされるシステム。プレイヤーは技によって行動順を変化させ、連携を狙うも妨害を狙うも自由な戦略を取ることができます。どのような意図を持ってこのシステムは開発されたのか、当時開発に携わった片岡正弘さんに聞きました。最初カズさんからタイムラインっていうお題はあったんですね。でじゃあそれを作り上げようということで、自分の方でタイムラインをシステムを設計して進めていて、一方でカズさんはシナリオをどんどん書いていったというような、そんな立ち上がりですね。タイムラインって敵と自分の動きが見える中で見えてないものをいかにして作り出すかっていうのが一番面白みにつながると思ってましたので、いろいろランダム要素がある中で可能性を考えて、おそらくこう来たらこうだろうみたいなところも
考えながらその運を支配していくみたいな。一番最初にやっぱ思い浮かんだのは敵と敵がくっついて連撃が起こるっていう部分なんですけど、そうすることによって意外性が生まれるので、バトルの根本にあるのはやっぱりバトルでドラマを作りたいっていうのは一つあったんですね、テーマとして。ドラマって言っても意外性とかありますけど、逆転とか、あるいはそのどんなキャラクターでもヒーローになれるとか、そういった部分をやっぱり大切に実現できるように頑張って考えてきましたね。ひらめきはときめきといいますか、来たっていう感じがすごく強いので、それと見合ったやっぱりバトルの結果につながるようなものが欲しいので、ひらめいて敵を倒した、さらにそこから敵の連撃が始まって逆転したみたいな、そういうドラマ性の一つの要素として、おなじみひらめきが入るといいなとは思ってました。成長を感じられる役割も人権にはあるんですけども、ゲームしてる時だけじゃなくってゲームしてない時もゲームのことを考えてほしいなと思ってて、負けたバトルがあったらあの時もしかしたらこの陣形使ったら勝てたんじゃないかとか、そう思ってくれればすごくゲームに深みが増すので、そういう部分ですごく陣形はなんか相性が良かったかなと思ってます。要はいっぱい想像力を刺激できるツールっていうのがいわゆるサガっていうゲームなのかなと思います。そうですね、タイムラインバトル自体は別に昔から普通にあって、多分 FF10 もタイムラインのバトルですし、変わった仕組みでもなんでもないんですけど、本来もっと違う使い方がしたかったんですよね、自分としては。もっとすごくずっとタイムラインつながっててっていうのが実はやりたくて、それを実現してたら多分みんなプレイできないすごい難しいゲームができちゃったと思うんで、そういう意味では落としどころとしては今ぐらいでちょうどいいんだと思うんですけど、実感線をコントロールすることでコマンド RPG の一人一人がバラバラに個別に戦ってる感じっていうのをみんなが連動してんだよっていうのが可視化されるっていうんですかね、そういうところをちょっと狙っていきたいっていうのはありましたね。タイムラインっていうのは基本的には見えるようにするのが目的でタイムラインにしてるんで、できるだけ見せたいんですけれど、その中でどうゲームとして成立させていくかっていうところで情報をポイントポイントで隠してる、そういうことになります。バトルなんで、相手がいるんで相手のこと考えなきゃいけないんですけど、往々にしてそのコマンドバトルって割と自分のことしか考えなくなりがちなんですよ。何選ぶかで全部決まってて、相手が何か考えないで、一番強い技打っときゃいいやみたいになりがちなんで、ゲームが。でもそうすると大味になってしまってバトルではなくなってしまうので、そこはそういう意味で並んでることによっていろいろ考えることが増えるっていうのがすごくいい、形だったなと思いますけど。タイムラインバトルって指揮官とか軍神になったような気分になれるんですよね。キャラクターの運命を背負ってコマンドを一つ一つ緊張する感じがサガ特有の高難易度バトルと相性が抜群なんですよね。サガエメラルドビヨンドではこれまで紹介してきたバトルシステムに加えタイムラインバトルもアップデートされました。どのような試行錯誤があったのでしょうか。サガスカのメインのシステムの連撃ですね。敵を挟んで倒すと、追加の攻撃が発生するっていう、演出的にはすごい優れていて、あれがすごい好評だったわけなんですけど、いかんせん敵が一人になると連撃ができなくなるっていう川さんがすごいそこを問題視してたんですよね。敵が一人になっても、盛り上がるゲームシステムを作りたいっていうのが川さんの中にあって、そういう課題を抱えながら生まれたゲーム性っていうのが事前に連携を作ることと、タイムラインの左右2マスに誰もいなかったら独壇場っていう一人連携が発生するっていうシステム、これで前作の連撃が出せなくなる状況っていうのは解消はされたんですけど、何が起きるか割と
コマンドを入れる前に分かっちゃうところがあって意外性がちょっと足りないっていうのは問題としてはあって、実際開発内でのその評価でもロマンシングが足りないっていうふうに言われて、それは自分も作っていてそこは感じたところです。物足りない不足しているロマンシングを足すっていうところで追加したシステムがオーバードライブというシステムで、連携をした後に連携率が一定以上だったらもう一回連携が発生するっていうシステムですね。結構ダメージが大きく上がるので最初結構自分でもためらいはあったんですけど、多分これやった方がいいだろうなっていうのはあったし、それこそサガフローとかもあんだけ連携が発生してもどうにかゲームバランスが保たれているっていうところを見た時にちょっと限界までそういうランダム要素っていうのを入れてみようかなと思って、結構突っ張って入れてみた。戦略性は残しつつ意外性っていうものを結構ギリギリまで入れてやろうっていう風にはちょっと決めて、サガエメのバトルを作ったということになります。特にコマンド RPG ってMP がなくなってきたとか味方が少なくなってきたとかになるともう結果が見えちゃうじゃないですか。なんていうんでしょうね、構造的にそうなりがちなところはあって、そこはちょっと、メスを入れたいというかそうじゃないものを作りたいなっていうのはあったんですね。で今回のシステムであればそれができるぞっていうのはあったので、最後まで諦めないで頑張れば思わぬところで負けたと思ったけど意外と逆転勝ちできたなとか、逆もあるんですけど、そういうちょっと油断のならない、RPG っていうのを作ったっていうことになりますね。そうするとみんな最後まで頑張ってプレイしよう、何か起きるんじゃないかって諦めないで戦ってくれる。今回川津さんのもう本当アピールポイントで、このバトルこのゲームには回復はない、蘇生術もありませんっていうのは川津さんは比較的こういうゲームにしてねって決めた後は自由に作らせてくれるんですけど、そこに関しては割とこだわりが強くてもう一切入れてくれるなっていう。で回復がないってことは他のシステム要素っていうのがすごいフューチャーされてくるんですよね。ヘイトコントロールもそうだし、ダメージを上げたり下げたりする、バフデバフの効果っていうのも、短いバトルのターンの中で終わってしまうバトルだからこそより重要になってくるっていう風には、設計してあります。普通のコマンド RPG ってやっぱボスが強い大技を使ってきてヒットポイントがガーッと減りました、で死にそうになりましたたら回復アイテムや魔法でヒットポイントを満タンに回復させたりとかするっていうのをゲームのサイクルとして繰り返して、でMP が尽きる前にボスを倒せるかどうかっていうのはよくあるコマンド RPG のボス戦なんですよね。だからどうしても時間がかかるものっていうのは固定概念としてどうしてもある。ただその長い時間戦ってるからこそユーザーがゾーンに入って緊張感が生まれるっていうのが一つ確立されたゲームデザインとしてあるわけなんですけど、サガエメではそれはない。長い戦いがなかなかできないので、いろんなアイデアを入れて変化を出している。とはいえ体感プレイ時間はすごい長いんですよねこのゲーム1ターンにかかる時間思考時間がすごい長いので、だから結果終わってみたら6ターンしか戦ってなかったとかあるんですけど、もう何回も再挑戦とかしたりすることになるので、たった6ターンのバトルがすごい思考のリソースを使うというかカロリーの高いバトルにはなってるかなとは思いますね。であれば短いターンのバトルであっても飽きないボス戦をなんとか乗り越えて勝った負けたっていうドラマを作れるっていうふうにはなったのかなとは思いますね。自分このプロジェクトに途中から入ったんでどんな技をゲームに入れるかっていうのはもう大体決まってたんですよ。これでも必死になって減らしたぐらいで
死に技を作らないようにするっていうのをすごい心がけてはいたので、そういう調整がすごい苦労したんですよね。過去のサガのいろんなエッセンスをこう取り入れようとしてたところはあるので、昔の過去のサガを知っている方はあれかなみたいなこう思い出してくれるような技だったり武器だったりキャラクターっていうのはあちこちに散りばめられていると思います。今作周回プレイもあるし、どういう順番でワールド行くかもわからないし、なんだったら誰が仲間になるかもわからないしっていう、そういう意味ではなんか想定するケースは今回はものすごく多かったですね。他のゲームの比じゃなかったなっていう。不思議なもので RPG として作ってるんですけど、そういう試行錯誤がアクションゲームっぽいとかシミュレーションゲームっぽいとか格ゲーっぽいみたいな、他のゲームに例えられることが割と多いですね。コマンド RPG ってこういうものだよねっていうところがちょっと一歩枠を広げたゲームを作りたかったっていうのはあったので、そこはそういうゲームになんとかすることができたのかなとは思います。コマンドロープレイだと実際には何が起こるかは本当は分からないんですよね。そこをそういう部分をいかに間接的にコントロールしていくか、そこをでいかにその情報を読み解いていくかっていうような面白さが、タイムラインにすることで今までだったら出せなかったタイプの情報をいろいろ出せるようになったので、そこは新しいそのコマンドRPG なんだけど、昔のコマンド RPG とはまた全然違う遊び方ができるようになったなとは思ってますね。例えば一番最後にしてこうとしてもね、しかもとんでもないのを打ってくるとか言った時に、じゃあどうしよう、ここはじゃあ全員防御なのとかいろいろ考えるわけじゃないですか。そういうことをどうしようかなっていうふうに、その情報をなんていうんですか、中途半端に知ってるからこそいろいろ考えることができるっていう、その面白さですよね。昔のゲームだったらもうなかったんで、そういうのは。今回のタイムラインってその純粋な時間ではないんですよね、あれね。どっちかっていうと位置関係だったり後ろ攻撃とか前攻撃とかありますけど、ああいうのを考えると実は位置だったりもする気もするし、っていうのは何ていうかな、とにかくバトルのを可視化してるっていう意味で使ってるっていう、そこはうまく大胆に解釈し直してゲームルールができてるなとは思いますね。回復なくすのはもう前作もそうだったんですけど、とにかくユーザーの時間使わせるだけで、要はバトル長引かせるだけで同じことを繰り返す回数が増えるだけなんで、なきゃない方がいいって、実際なくても全然ゲームできてるんで、回復なんていらないんじゃないっていうのは本当お約束でしかないですし、テーブルトップで普通にRPG やるとき、みんなでやるとき、人間同士でやってると早々に死んじゃった人間がいると、その人ずっとゲームから仲間外れになっちゃうんで、だから回復必要なんですよ。そういう意味で言うとマルチで MMO だったら回復絶対必要です。そうしないと死んじゃった人もみんなずっと戦ってボスでわーいって言って戦って言ってんのに、一人だけ俺はもう死んでるから戦えないっていうサバゲーみたいな状態になっちゃうんで、そういうことにはならないためには回復が必要ですけれど、ヒーラーが必要になると当然一人分ヒーラー取られちゃうんで、役割として当然もっと面白くなる、攻撃した方が当然面白いんですよね、ゲームなんで攻撃だったり相手の隙を作ったりだとか、もっと駆け引きをやるためにいるべき役割を一人ヒーラーっていう回復役、倒れた時のための非常部隊みたいな、消火器持ってる人みたいな、そういう人に役割になっちゃうんで、それはやっぱちょっとそれをねうまく何かその戦いの変化に使えればいいんでしょうけれど、アクション系のゲームは飲んでる暇がないとか回復してる暇があるんだったらガードして攻撃した方がいいとか、基本的にいろんなゲームでジャストガードしたりとか、そういう回復がなくても成立するようにっていう工夫をみんなしてるんで、それは工夫すればいいだけなんですね。あるからやってるみたいなそれはやっぱ作る側のサボりだし、でもこれって実はプレイヤーもそうなんですね。割とお約束に慣れちゃうんで、回復ないとなんでないのっていう風になっちゃうんで、とりあえず死んでから考えようみたいになってるじゃないですか。
それはもう順番としておかしいわけで、そのゲームデザインの考え方としては要素は本当は少なきゃ少ないほどよくて、一番少ない要素数で面白く作るっていうふうに考えるべきで、足していくと絶対もうそもそもコントロールできなくなるんで、作ってる側がなんとなくごちゃっとした状態で、ごまかしたような状態で出すことになっちゃうんで、本当はできるだけ少なきゃ少ないほど最低限な要素数で面白く作るっていうのを考えなきゃいけないとは思ってます。まあ昔は容量がなかったんでパラメータ数も例えばどうしても8の倍数になるんですけど、8つまでとか持ち物も8つまでとか、16個とか15個とかそういう制限があって、もう頭の中はそれで出来上がってるんですけど、なるだけ少なくするっていうのはそうせざるを得なかったんですね。でもそういう時代があって、ビデオゲームのいろんな仕組みっていうの洗練されてきたっていうのがあるので、今潤沢に何でもできちゃうんですけれど、あんまりそっちに頼らないで作っていかないと最終的に面白さを突き詰めていくときになんか面倒くさいからじゃあ足し算でやっちゃえっていうと、なんかいきなりラスボス戦で全然違う敵が全然違うことしてきたりとか、なんかラスボス戦だけ全然違うルールで遊ばされてんだけど俺みたいなゲームができちゃうんで、それはもうゲームとしてはやっちゃいけないことなんで。シリーズを通してサガのバトルってギリギリで勝てたり土壇場で逆転したりっていうロマンシングな展開になることが多いんですよね。それはここまで考えて作り込まれたからだったんだっていうのが今回のお話で分かりました。進化し続けるサガのバトルをまだまだ見てみたいっていう気持ちになりました。最後にサガエメラルドビヨンドのバトルで体験してほしいことを川津さんに聞きました。プレイヤーにとってなんていうか唯一無二俺だけの体験っていうその感覚だと思うので、こんな目に遭ってるのきっと世界中で俺しかいないって多分その瞬間感じてくれてると思うんで、いかにそういうことをその瞬間を作り出せるかだなと思ってます。